様お久しぶりでございます。大名古屋町でございます。今回の動画は2021年10月に1泊2日で北海道旅行してきました。いつもですとレンタカーを借りて旅行することが多いんですが、今回は列車に乗って旅をしてきました。今回の旅の起点は新札幌駅としました。今回の経路は今出ている地図のようにおよそ8の字というほどではないんですが、ギリギリ8の字かなといったルートで回ってみたいと思います。このルートですと一応新札幌駅から南千歳駅までの一筆書き切符が完成します。ただ今回私が使ったのが1日散歩切符という切符です。内容については概要欄に載せておきますので、そちらをご覧ください。この切符は JR 北海道の道央地区のかなり広い範囲をカバーしているので、とても使いやすい切符です。ただこの切符平日は使えないということと、何よりも新千歳空港で発売がない、これは本当にダメだと思います。そんなこんな言っていると南千歳に到着しました。南千歳からは石勝線に乗って新徳に向かいました。石勝線にはちょっと特殊なルールがありまして、今回はその件についてお話ししたいと思います。特急十勝3号に乗って新徳に向かいます。私が乗った車両がキハ261系気動車になりまして、2022年春からは石勝線を走る特急は全てこの形式になるとのことです。単一の車両になってバリエーションがちょっとなくなってしまうのは寂しいところではあるんですが、それだけこの車両が優秀ということの裏返しでもあるような気がします。この石勝線なんですが、132.4 キロの間に8駅と17カ所の信号場があります。たった8駅かと思われる方もいらっしゃると思うんですが、この距離名古屋と京都間に迫るものがあります。ちなみに石勝線、地図で示すとこの辺りを走っています。さて先ほどこの石勝線には特殊なルールがあるとお話をしました。ご存知の方多いと思うんですが、この石勝線大岩家と新夕張の間が普通列車わずか1日 2.5 往復しかありません。またこの先新夕張と新徳の間に至っては普通列車の運行は1本もありません。そのため新夕張から新徳の間は特急列車の自由席に限って普通乗車券での乗車が認められています。青春18切符等でも同じルールが適用されます。適用条件としては新夕張から新徳間の利用であることが条件となります。注意点としては、特急列車に当該区間を越えて乗車してしまった場合には全区間の特急料金と乗車券の支払いが必要になってくるんですね。はみ出した区間だけの料金と乗車券の支払いではダメだというところが注意点です。昔何かの本で読んだ記憶があるんですが、無人駅の場合はホームに降り立つことが下車というふうに定義されるので、そのまま同一列車に乗車しても特例の適用があるというような見解があったんですが、現在は明確に封じられています。このことは JR 東日本のホームページに記載がありましたので、ぜひ一度ご覧ください。かつて石勝線の新夕張と夕張間が存続していた時はもっと本数あったのでこの特例まだ使いやすかったんですが、今では 2.5 往復ということでちょっと使いにくいかなといった特例になっています。某サイトの解説によるとまだ悪くない乗り継ぎが残ったというふうには書かれているんですが、いやそんなことないだろうと、そんなふうに思います。普通列車のみを利用する場合の表を今挙げています。上り下りともにおよそ2時間から3時間の待ち時間があります。もちろん南千歳発17時43分の列車に乗った場合は待ち時間は8分で済みます。ただこの区間本当真っ暗なところを進むことになると思うので、あんまり旅としては面白くないのかなというふうには思います。この乗り継ぎですと帯広までは到着することできるんですが、この先釧路まで到着することはできません。で、これは JR 北海道が意地悪してるっていうことではないと思うんですが、
特急大空4号と5号が新夕張を通過してしまいますが、もし停車してくれれば結構いい乗り継ぎにはなるんですけれども、現状そういったダイヤにはなっていません。幸い新夕張の駅の近くに道の駅とコンビニがあるので、待ち時間長くても悲惨なことになることはないと思います。普通運賃だけで南千歳と新徳の間を通過するというのはあまり得策ではないので、回避策を考えてみました。一つ目は南千歳駅と新夕張の間を特急で通過することです。この区間も1日に 2.5 往復しか普通列車走ってないので、この区間を特急で通過しようという考えです。ただしこの場合だと必ず新夕張で下車をして後続の特急に乗車するということになるので、だいたい1時間から1時間半の待ち時間が生じてしまいます。個人的な意見ですが、せっかく北海道に来たのに1時間のロスタイムってちょっともったいないんじゃないかなと思います。もう一つの回避策が駅ネットなどの割引切符の利用です。幸い南千歳と帯広間の設定があるので、こちらを購入していただいて新徳から先を放棄するという形になります。個人的には一番この方法が現実的なのかなと思います。ただしこの切符は事前に予約購入が必要ですので、そちらは十分にご注意ください。2021年の秋の段階では札幌帯広間でこの値段で出てましたので、詳しくはご自身で確認なさってください。強いてあげるならバスで新夕張に入るだとかそういったこともできなくはないんですが、かなり本数も限られていてちょっと現実的ではないかなというふうに思いました。お車をお持ちの方は新夕張の駅に車を止めてそこから旅をスタートするという手もあると思います。ただし新夕張の駅の駐車場、そういう利用の仕方をしていいかどうかは確認が取れてないので、皆さんで確認を取ってみてください。さて列車は新徳駅に到着しました。次回の動画では根室本線の普通区間を走る代行バスに乗ってきましたので、その様子をお話ししたいと思います。この動画がいいと思ったら皆さんもぜひ関商線の特急大空、特急十勝号の旅を楽しんでみてください。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。